皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは日本語のことについてお話ししていきます。私が毎日日本語教師として働いて、そしていろんな人とお話しする中で、この文法皆さんにとって難しいんだなとか、この単語、動詞間違えてしまいやすい人が多いなとか、そういうふうに実際に私が感じたものだけをまとめているので、今日の動画を見てもらうと、きっと皆さんの日本語力がどんどんレベルアップすると思います。なのでぜひ最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。そしていつも私はこういう、間違えるポイントですね。そういうミスをしてしまうことに関してお話をするときに必ず伝えてるんですけど、間違えることっていうのは全く悪いことではありません。悪いことじゃないので、もし今まで間違えてしまったとしても、今日の動画で気づくことができた。そんな風にポジティブに考えて勉強していってくれたら嬉しいです。そして今日お話しするポイントは3つあります。なので今から1つずつ順番にお話ししていきます。まず1つ目。1つ目は例えば明日雨が降ると思います。この文章ですね。私が今言った文章は正しいです。明日雨が降ると思います。これはパーフェクトです。でもどういう風に間違えてしまいやすいかというと、明日雨が降りますと思います。こういう風に、丁寧な形、ますですを2回使ってしまう人がかなり多いんですね。明日雨が降りますと思います。こういう風に、ますますですます。こんな風にしてしまう人がすごく多いんです。で、多分ね、こうなってしまう理由は、教科書の最初に、日本語は X は Y ですとか、動詞を勉強するときに、何々ます系の形を勉強した人がすごく多いと思うんですね。で、これは本当に OK なこと。ますは丁寧な形だから、毎日誰かとお話しするときに絶対に出てくる形なんですけど、でも、何々と思いますとか、何々と言っていましたとか、何々つもりですとか、こういう文法と文章ですね。文章と文章がくっつくとき、こういうときは、一つ目のものは、えー短い形になるんですね。ショートフォームになります。明日雨が降りますじゃなくて、明日雨が降るっていう短い形、カジュアルな形の動詞を使うことになるんですね。でもこれはカジュアルな形、短い形を使ったからって言って、文章がカジュアルになってしまっているわけではないので、安心してください。最後にちゃんと何々と思いますとか、何々と言っていましたとか、何々つもりですとか、そういうふうに、文の最後が丁寧になっていれば、一つの文章も丁寧になります。でも、この一つ目の部分をですますの形にしてしまうと、それは文法として不自然な日本語になってしまうので、これは気をつけてほしいポイントです。わかりやすいように他にもたくさん例を挙げますね。例えば、私は韓国に行ったことがあります。私は韓国に行ったことがあります。これは OK ですね。行ったっていうのが短い形。そして最後に何々したことがあります。この文法がくっついてますね。でも間違えている形は、私は韓国に行きましたことがあります。こういうふうに何々したことの前にましたが来てしまってますよね。これは日本語として間違っているので、何々に行ったことがあります。韓国に行ったことがありますとか、野球をしたことがあります。この映画を見たことがあります。そういうふうに短い言葉を使います。
そして他にもさっき言った何々つもりですね。これは、未来のことを表す文法なんですけど、明日友達と遊ぶつもりです。これは OK だけど、明日友達と遊びますつもりです。これは NG です。なので、ぜひこういう部分に気をつけながらこの文法を使ってみてほしいです。他にもすごくよく見るのが、時ですね。A の時、B、何々する時、何々しますとか、例えば散歩に行く時、ポッドキャストを聞きます。散歩に行きます時、ポッドキャストに聞きます。こういう風に言ってしまう人も多いし、音楽を聴きながら歩きますの文章を音楽を聴きますながら歩きます。こういう風にどうしても丁寧形、ますですを絶対に使わないといけないって思ってしまっている人がたくさんいると思うんですけど、こういう時は使わなくて大丈夫なので、ぜひぜひこれからね、こういうのを少し意識しながら、私のポッドキャストとか、いろんな人の YouTube とか、他にも誰かとお話しするときとか、このポイントを意識して聞いてもらえたら、きっと皆さんも少しずつどういう風に話したらいいのかわかるようになってくると思うので、よかったら皆さんこのポイントを少し頭の中に置いておいてくれると嬉しいです。これが一つ目です。で、次二つ目。これも難しいポイントの一つなんですけど、見る、見れる、見えるですね。そして聞く、聞ける、聞こえる。この違いですね。この三つと三つ。これがね、結構間違えてしまう。頭の中できっと混乱してしまっている人がすごく多いんですね。でもこれは正直しょうがないんです。なんでかというと、めちゃくちゃ似てますよね。見る、見れる、見える、聞く、聞ける、聞こえる。これは間違えてしまっても全然焦らないで大丈夫です。私が今からどういう風に使うのか説明するので、安心して聞いてくださいね。じゃあまず、見る、見れる、見える。この3つから説明します。見るっていうのは一番ベーシックな形ですね。マス形は見ます。見る、見ますです。で、一番ベーシックな形なので、私は映画を見ます。これはただの事実ですね。私が映画を見るっていうことを言っているだけです。なので、文法と一緒に使うときにもよく使われる形です。さっき一つ目のポイントで私がお話しした、私は明日映画を見るつもりですとか、こういうのにもくっつけることができるし、私は映画を見ることが好きです。こういうふうに文法のポイントにくっつけて使うことも多いんですね。なのでまず、見る、見ますはベーシックな形なんだなって思ってください。で、次、見れる。見れるっていうのは、見ることができるっていうことですね。で、きっとここで教科書をね、ちゃんと使って勉強している人は、見ることができるって見られるじゃないのって思った方いらっしゃると思うんですね。その通りです。見られるっていうのが、ポテンシャルフォーム、何々することができるの形なんですけど、日本語には実は、ら抜き言葉っていうものがあって、私たち日本人は、ちょっとでも日本語を発音しやすくしよう。ちょっとでも楽に日本語を話そう。そういうふうに思い続けて、少しずつ形が正直変わってきてるんですね。例えば、見られるも、らを抜いて見れるにすることが多いです。私は正直見ることができるっていう風に言いたいときに見られるっていう言葉を使ったことがほとんどないんですね。いつも見れるっていう形を使います。でもこのら抜き言葉についてたくさん説明すると
きっと皆さんもこんがらがってしまうと思うので、今日のところはラをスキップすることがあるんだなって、そういうふうに思っていてもらえたら大丈夫です。とにかくこの見れるっていう形は見ることができるっていうことですね。なので、例えば、この映画はネットフリックスでだけ見ることができます。こういうふうに言いたいときに、この映画はネットフリックスでだけ見れます。見れる。見れます。この形を使います。これが見れるの意味です。で、次、見えるですね。見える。これはね、本当に難しいですね。見えるっていうのは、イメージとして、勝手に目に入ってくる感じです。意識せずに見るんですね。目に入ってくるんです。例えば皆さん、日本の新幹線に乗っていたら、富士山、すごく大きい山が見えるんですね。その新幹線の中から見えます。見ようって思ってなくても、走ってたら勝手に見えてくるんです。これが見えるです。で、他にも皆さんが飛行機に乗ってます。日本に来ますね。皆さんが日本に来るときに、どんどん日本に近づいてきたら、飛行機の中から日本が見えますよね。家とかビルとかいろんな景色が見えます。これが見えるの使い方です。自然に目に入ってくるですね。他にも皆さんが映画館に行くとします。映画館。で、私は映画館に行くときに真ん中のあたりに座るのが好きなんですけど、なんでかというと、よく見えるからなんですね。よく画面が見えます。ちょっと端っこの方に座ってしまうと、なんか体を斜めに向けたりして見ようとしますよね。でも真ん中に座ると、こうやって真正面から、前から目に入ってきます。これが見えるです。意識していなくても目に入るもの。これが見える、見えますのイメージです。どうですかね？ちょっと難しいと思うんですけど、少しでもわかるようになっていたらすごく嬉しいです。そして次、聞く、聞ける、聞こえる。この3つなんですけど、順番はさっきの見る、見れる、見えるの順番で話しますね。なのでまず聞く。これのマス形は聞きますです。聞きます。これはベーシックな形ですね。私は音楽を聴くことが好きですとか、私は毎日音楽を聴きますとか、私はいつも音楽を聴きながら散歩に行きますとか、こういうふうに一番ベーシックな基本的な形。これが聞く、聞きます。で、次、これは聞ける、聞けますですね。これは聞くことができるっていう意味です。聞くことができる。例えば皆さんどのサブスクを使ってるかわからないんですけど、私は Spotify を使ってます。で、Spotify を使ったらどこにいても音楽を聴けます。音楽を聴くことができるんですね。ダウンロード機能もあるから Wi-Fi がない場所でも音楽を聴くことができます。これが聞ける、聞けますの使い方です。で、次は聞こえます。聞こえます。これは見えますと同じで、意識しなくても耳に入ってくるっていうことですね。意識しなくてもっていうのは、聞こうと思ってなくてもっていうことです。努力しなくていい、頑張らなくていいんですね。聞くために。なので、一番わかりやすいイメージは、救急車とか消防車とかパトカーとかサイレンの音がありますよね。このピーポーピーポーっていう音、あの音は皆さんが聞こうって思ってなくても、緊急の時に鳴らしてるから音が大きいですよね。音が大きいから勝手に耳に入ってきます。これが聞こえる、聞こえますです。他にも日本の文化と組み合わせて言うと、例えば除夜の鐘ですね。皆さん覚えてますか？除夜の鐘。大晦日の日に日本では鐘を鳴らします。108回鐘を鳴らすんですけど、それが私の家まで聞こえます。私の家まで聞こえるんですね。すごく音が大きいので、除夜の鐘を鳴らしている場所と私の家、すごく遠くても聞こえるんですね。
これが聞こえるです。意識しなくても入ってくる。どうですかね？少しわかるようになったかな？ぜひ今日私がお話ししたことで少しでもわかるようになっていてくれたら嬉しいです。そして最後、3つ目。これもね、本当に難しいんですけど、きっと皆さん今日でわかるようになると思います。というか、正しく使える人がすごく増えると思います。これは、知ります、知っています、知りません、知っていません。これですね。で、最初に結論から言ってしまうと、知りますと知っていません。この2つは使いません。使いません。本当に。私も今まで生きてきて、いつ知りますと知っていません。この2つをいつ使ったか思い出せないっていうくらい、本当に使わない言葉なんです。文法の形としては合ってるんですよ。知ります。マス形ですね。で、知っていません。定フォームのマス形です。なので、形自体は合ってるんですけど、この2つはちょっと日本語を話すときにすごく不自然に聞こえてしまいます。なんで不自然に聞こえるかまで話してしまうと、きっと頭がパンクしてしまうので、今日のところはもう覚えてほしいんですね。知っています、知りません。この2つだけを使うっていう風に覚えてしまって個人的にはいいと思うんですね。なんでかというと、正直私も英語を勉強していて理解できない文法ポイントっていうのは絶対に出てくるんです。なんで英語ではこうやって表すんだろうとか思うんですけど、もうこれはそういうものなんだなっていうふうに思って覚えてしまうことがいいっていう時もあるんですね。なので私が英語を勉強する時にも大切にしているのは自分の母語、私で言ったら日本語、自分の母語と勉強している言語を比べることはやめる。比べてもっともっと頭がぐちゃぐちゃになってしまうから、この言語はこういうものなんだ。そういうふうに覚えてしまうことも大切なんですね。なので皆さんにも今日はもう覚えてほしい。この知るっていう動詞を使うときは、知っています、知りません。この2つです。で、例えばなんですけど、私が皆さんに、この映画知ってますか？この映画知ってる？そういうふうに聞くんですね。クエスチョンの時、疑問形の時は、て形、ているの形を使うんですね。この映画知っていますか？この映画知ってる？この2つです。丁寧な形とカジュアルな形。で、皆さんがこの質問に対してイエスで答えたいとき、この時は知っていますっていう丁寧な形か、知ってるよっていうカジュアルな形ですね。知っています、知ってる。この手形を使います。ているの形です。で、皆さんがノーって答えたいとき、いいえって答えたいときは、知りませんか知らない。この2つを使います。手形じゃないんですね。ているの形じゃないです。なので、もうこれはこういうものなんだっていうふうに覚えてほしい。この動詞はずーっと長く日本語を勉強している人にも難しいポイントの一つだと思うので、皆さんも今日からぜひ意識しながら気をつけながらこの動詞を使ってもらえるとすごくいいんじゃないかなと思います。では今日はこんな感じで間違いやすいポイント3つをお話ししました。いかがでしたかね？少しでも皆さんのお役に立てていたらとても嬉しいです。で、最初にも言った通り、間違うことは全く悪いことじゃないので、焦らずにゆっくり私と一緒に頑張っていきましょう。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。